大地の精霊の名前です。素材を大切にしたい、そういうパン作りがしたいなっていうのがノーモっていう名前にたどり着いた感じですね。より本質的で本格的で本物志向でっていうのがまずこのパン屋をやったきっかけではあります。乳製品と卵なしでも作れるパンをと思って、いろいろ試行錯誤しながらやっぱ5年かかってやってたんですけど。キャラクターがあるんですよね。関西のがあるなと。今日は何を購入されるんですか？長崎の新玉ねぎとキャロットケーキ用の人参と、これがさつまいもシルクスイートっていう種類で、これぐらいの感じですね。じゃあ買います。キャラクターがあるんですよね。カメラここやで。エトパとか出てきてるとこここの全然ない。プリンセスを。バイバイタッチ。いただきます。ありゃー。ありゃー。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ買います。お野菜はいつもこちらのお店で。そうですね。八百屋さんでいつも買いに行ってます。はい。農家さんから買わせていただいている形なので、安定感があるというか、安心感がこちら側としてあるので、あとは値段もお安くしてくださってるので、お客様にできるだけお安く提供できるかなっていうのはあります。はい。ここら辺か。はい。じゃあ行きます。今から仕込み始めていきます。ベーグルの仕込み始めて、その後食パンの仕込み始めて、1日仕込みの日ですね。はい。明日完成かなぐらいで。これがレーズンと。こっちが麹。これがライ麦ですね。ライ麦の酵母でカンパーニュの方に入れてますね。はい。ここはもうご自身で。はい、そうです。レーズンはもうオープン当時からなんで6年ぐらいの付き合いか。こっちは去年からお越し出してまだ1年目2年目ぐらいのお付き合いですね。はい。
湯種ですね、ちょっとゲル状ですけどを一晩その湯種にして置いとくことによって全粒粉のえぐみを消す作用もこれにはあるかなっていう感じですね。ペグは微量のイーストと麹の酵母をブレンドして使ってます。揚げやすものの外があるんですけど、外を使ってますね。ちょっと茶色くて荒々しい、でも奥行きのある甘みですね。麹とお米とお湯と前の種ですね、この4つでついでやってますね。はい。甘酒みたいな優しい甘みのある旨みと日本酒のようなちょっと発酵したお酒の匂いが入り混じったような風味があります。よいしょ。これがエブリシングです。よいしょ。よいしょ。1日前に水を吸わせたオーガニックのレーズンです。毎週持ってきてくれる感じ、ありがたいことで。やっぱりよいしょ。なんかでもめちゃくちゃ特徴がある卵でもないんですよ。そんなに黄色いとかじゃなくて、これがベーグルの味噌ですね。これも三浦醸造さんのお味噌ですね。米麹で作ったで、これが味噌ですね。よいしょ。最初味噌入れてみて結構味噌強いなと思って、なんで和らげるかなと思ったらクリームチーズでいくかみたいな感じでやってみたら意外と相性良かったんで。頭の中で計算しながら、室温が今日何度で
そしたら粉が何度で水何度にするかっていうのは大体自分の中で毎日やってるんで、それの繰り返しですね。お湯で練ってあるやつですね。はい、これを混ぜ込みます。これがモルトですね。ちょっと色づき良くなるかなと思って。これがやっぱ風味がいいんですよね。フランスにちょろっといた時にやっぱり乳製品の種類も多いし、やっぱり質もやっぱり高かったんで、どうしても使いたいなっていうことで今頑張って使ってますけど叩いてます、常温で夏場は大変です。じゃあバター入れます。はい、よいしょ。それでは食パンと、ベグラ終了です。今からハード系仕込みんでクロワッサンの折り込みも始まって9時半ぐらいに家に帰る感じですね、今日は。はい。
当ててって感じです。白い皮むきのアーモンド。というか湯気るっていうんですけど、一応60度ぐらいに70度以上で酵素が死んじゃったりするので、まあ、さっきちょっと気をつけた。艶が出るまで、かけます。
これコンプレです。はい、全粒粉のパンなんですけど、水と酵母と粉と塩とだけです。人気が出てきてやっとこさんに嬉しいです。失礼します。お願いします。
どうぞ。アンパン？じゃあカレーパンとアンパン一つ。はい、ありがとうございます。すみません、お待たせいたしました。ありがとう。ありがとうございます。何パン？アンパン、何パンが一番好き？カレーパン、いつ食べるのこれ？今日今日全部食べる。今日全部食べる。よ美味しかったね。く、はい、召し上がってください。すいませんみなでありがとうございます。ありがとうございます。疲れないかな。バイバイ。結構面白い人多いですよね。楽しい方。楽しい、そうそう。まあでもこうやって対面販売やからね、そういう会話もしやすいというか、お客さんとね、おしゃべり込みで来てくれる方もいらっしゃったりとかして、面白いですよね。いらっしゃいませ。
ですよね。もうなんかこう全部見てたら。ちゃんたち結構くれます字うまくなったなとか絵うまくなったなとか思いながら見てますほとんど水分なくなるぐらいまでなんでまだまだ。
作しようかなっていうのこれはもう実は3回目なんですけど、奥さんの OK がもらえずに3回目に突入しました。結構奥さんの判断基準が厳しいんですね。キロ入ってるんで、同量のすいません。これで発酵でつなぐってやつですね。僕らは職人なので考えすぎるというか、奥さんはお店を見えてる方なので、そこら辺も総合評価して考えてる人なのかなと。はい。でもパートナーです。講師ともに。はいはい。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。手が伸びた。ねえ。あんまり変わってないかなと思って。次のお客様お伺いしますね。もう一度いただいて。はい。
せ。写真で。この食パンの端っこも好きなの。だから全部好き。買いすぎでしょ。見る？見たいね。こんな今から帰ってお昼食べるし。ありがとうございます。人がいいでしょ、ご夫婦の。
だからそれも好きやし、よう頑張ってるなっていうのを感じてるから、子育てしながらそれでいて回転変わっていってる。パンもいろんなこと考えてるし、頑張ってパン買いますありがとうございます。どうもご苦労様、お疲れ様です。ありがとうございました。最初から見てくれてるんで余計そう思ってくれてるとは思いますね。はい、最初は本当に2人がなんとか回してたような感じで、今はいろんな人に助けられてやってこれてますね。はい、ノームっていうのはどういう意味なんですか？大地の精霊の名前です。その素材を大切にしたい、そういうパン作りがしたいなっていう、それに合う名前を探してて、ノームっていう名前にたどり着いた感じですね。はい。全然製品もなくて大変ですけど、これは最初に決めたことなんで、とりあえず頑張ってやっていこうと思ってます。それがお客さんに届けば、僕はもうそれでいいのかなと思ってますけど、はい、体が続けば頑張りますベイクに行って、ベイクでしか感じれない空気感でパンを買って、神戸でしか食べれない味を食べて、それが価値になって、もう一回神戸に行く理由になるっていうのが、このパン屋さんをやっている理由でもありますよね。うちはハンバーガーをやってるんですけど、このブリオッシュじゃなくて米粉のバンズでやってます。はい。
麦のエキス糖分が少ないのでこれを入れる。これぐらいで揚げます。一旦時間を置いて。これカンパーニュの生地使ってドライフルーツとクランベリー、レーズン、あとくるみ、あとイチジクですねが入っています。
ちょっと甘み出したいんで塩を振りためて一緒に。日本人さんでは使わないんですか？使わないです、バーガーミンチは。どの仕込みもはいオリジナルの味というか。そうですね、全部規制使わないんで全部手作りでオリジナルでやってます。このバーガーミンチに関してはこんだけ玉ねぎ入ってるんで、やっぱその野菜の甘みがあるようなバーガーミンチにはなってますね。ごめんなさい。それとビネガーとケチャップを合わせた、あとローリエの下味ですね。でこれでちょっと1時間ぐらい煮込みます。これで一晩寝かします。こっちで作ってるんですよ。手作りですか？あ、そうです。
ちらの前日パンなんですけど、ぜひ焼き直してから召し上がってください。毎日来ますよ。近くにレストランでパン使ってるんで。フレンチレレストランされてるんですか？はい、そうです。何を焼いてもらってるんですか？トラディションパンバゲット。はい。本物パンです。コビーバ。本物のパン。はい。ご出身はちなみにフランスからです。はい。こちらはもうちゃんとフランスの味は知ってますね。はい。またね。バケットの今から分割入ります。これトラディショナルっていうバケットとベーコンフランス、あとチャバターで使用してますね。バケット2種類やってて、トラディショナルとさっきのムーっていうので、トラディショナルは、いわゆるハード系ですね。冷蔵発酵、長時間発酵させてるんで、小麦の、風味、味がすごい感じられるバケットになってて、でムーはフランス語で柔らかいって意味なんですけど、でそれ、日本人向きに、柔らかく仕上げてるきめの細かいバケットになってます。
パンプティングっていう余ったパン、いろんな種類のパンを集めて次の日焼くっていう形でやってます。レストランとかでもおろしてるんで、レストランとか端は使わなくなっちゃうんでサイコロ状にカットして、でアパレルと一緒に焼き固めるって感じです。廃棄はゼロですね。はい。よく染み込んでます。すごい。いろんな。お腹いっぱいになります。あ、そう。ちょっと時間経てば。バタースコッチっていうソースがあるんで、それとバターを合わせて、でもまたさらに乾燥したラスクにあえて、でまた焼き固めてっていう感じです。やっぱ一番うちの看板商品のソーセージブリオッシュ。一応ソーセージも自家製で作ってて、でこの型に合わせてソーセージのサイズも変えて、でお出ししてるって感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。I'm tasting it. Yeah, this is hot. Alright, good choice, my man. 温める。温めて、オーブンです。はい。ください。ありがとうございます。少々お待ち口頭でレジの時に温めましょうかって言うようにはできるだけしてます。その方がもう温めた方が美味しいのは僕らも分かってるんで、そうやって食べてもらいたいなっていう感じで言ってますね。
パン、ユニークだ。ユニーク。ヘブンですか？美味しい食べ物。ヘブン。来てください。来てください。バイバイ、さよなら。ソーセージブリオッシュの次に人気の商品で、フランスのクロワッサンで結構めちゃくちゃ大きくて結構バターの香りが強いです。まあうちもそれに寄せて、結構大きめに作ってでも値段は300円とまあリーズナブルな感じでお出ししてます。まあ、発酵バターも使ってるんでバターの香りもすごい良くておすすめです。まあ、僕もともと愛知出身で自動車関係の仕事を、10年ほどやってて、そこから、ちょっと飲食行ったりしてて、その飲食の時にそのルブジとかベイクのお店を知って何度かお客さんとして通うようになって、そこからちょっと働いてみたいなと思って、愛知からちょっと修行って言ったら響きはいいですけど、そんな感じで、入りました。パンは僕今年で3年目なんでまだ本当にペーペーですね。でもめちゃくちゃ勉強してもう毎日本も読みましたし、もう30超えてから新しいことを覚えるってことで、結構大変でしたし、やっぱその当時は結構朝早かったんで、今営業時間がちょっと遅いんですけど、前まで4時とかだったんで4時に起きるっていう習慣もなかったんで、それも大変でしたし、覚えることもいっぱいあったんでめちゃくちゃ苦労しました。でも僕に教えてくれた先輩たちがもう手取り足取り教えてくれて、そういった面ではそういう先輩方にはすごい恵まれてたなっていう。で、今は店長ということでそれをまた下の子たちに教えていけたらいいかなって思います。メイク最初こう来た時にとりあえずもうかっこいい、こんなパンならちょっと作ってみたいとか思って入ってみたら案の定めっちゃ面白くて、
ハマり込んでます。ハマり込んで2年ちょっとなんですかね。シンプルで美味しいのがやっぱかっこいい。関連で出てきます。クラシックがかっこいいって学ばされました。結構このインパクトのある大きいパンは惚れましたね。シンプル、かっこいい、大きい、僕に合ってるってそういったところ神戸来てみたいってずっと思ってて、で就職で神戸来て、すごいベイクのパンとかお店の雰囲気とかがめっちゃいいと思って直接やらさせてもらってっていう感じで、これからもっとなんか頑張らないといけないなと思います今回はちょっと取材をはい、おいていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、彼はバカ真面目で不器用けど、何か一つのことをやり続けることには長けてます。で可愛さもあるし、もう多分ああいう人が今後街を担っていくし作っていくしっていうことができる可能性を秘めた人だなって僕はいつも思ってます。チーズバーガー温めましょうか。お願いします。はい。ソーセージのブリオッシュはトースターとかフライパンで少し温めてもらったらちょっと美味しくなります。はい。ありがとうございます。隣でレストランを始めて、食事に合うパンを作ってたのがきっかけで、ここのカンパーニュとかはレストラン用に割と料理に何でも合うような味にしてます。旨味が強すぎないとか、小麦の甘みが出すぎてないとか、どっちかというと酵母の香りがあったりとか、割とその食中に合ったパンの味にしてるっていうのがまずレストランでパンを作り始めたきっかけ
まあ、でも神戸ってもともとパンの街なんで、まあ、そのやっぱパンの街の中でやる差別化されたものとして何がいいかなって思ったら、やっぱその歴史とかクラシックを掘っていくんですけど、ヨーロッパの文化のものなんで、まあ、実際フランスに行ってで、まあ、感じたこと、サイズ感であったりとか、まあ、香りであったりとか、全然やっぱり日本のものと違う、日本で独特にこう進化してきたパンの文化、それはそれでもちろん好きなんですけど、僕たちに合うものってなったらやっぱフランス寄りのものだから、より本質的で本格的で本物志向でっていうのがまずこのパン屋をやったきっかけではあります。でパン屋さんとかってやっぱ長い時間働くのがやっぱ当然なので、このままだとこう下がやっぱついてこない、若い世代がこういかに短い時間で凝縮した時間でギュッとしてそのクオリティを上げて、それに価値をつけてお客様に提供するっていうのが、まあ、僕の新しいパン屋の形、未来なんじゃないかなと思ってこのパン屋をやっている理由でもあります。そうだからやっぱフィリングももちろんすごい進化して美味しいんですけど、でもやっぱフィリングの味になっちゃうんで、どの店でも同じ味じゃないですか。それを自分たちでカスタードからカレーから何から自分らで作るっていうのがこの僕たちのパンになるのがやっぱこのベイクの一番いいところかなと思います。ベイクに行ってベイクでしか感じれない空気感でパンを買って神戸でしか食べれない味を食べて、それが価値になってもう一回神戸に行く理由になるっていうのがこのパン屋さんをやっている理由でもありますかね。全粒粉だから体にいいんですよ。どこに行ってもないパンですね。大満足です。もう2人でここの店をやってます。奥さんが乳製品がダメで、僕が卵が食べれない。乳製品と卵不使用のパンを作ってるんで。忙しに行ってありがとうございます。また来てください。どうもありがとう。これが石臼引きの生地です。こっちとこは乳製品と卵不使用のパンを作ってるんで、奥さんが乳製品がダメで僕が卵が食べれないっていうアレルギーになってしまったっていうことで、最初のうちはパンに入ってる分ぐらいやったら大丈夫やったんですけど、だんだんとパンに少しでも入ってたらもう体に反応が出るようになって、卵なしでも作れるパンをと思っていろいろ試行錯誤しながらやっぱ5年かかってやってたんですけど。
朝のコーヒーを今から入れて飲みます。こんな感じの黒豆を真っ黒に焼いてしまったっていう。鹿肉を冷凍で持ってきてもらってるんですけど、塩コショウと前の日に一晩ローズマリーに粉つけてで寝かしてやるってやつですね。うちところのパンはもうバターを使ってないから、その代わりにこのココナッツオイルを使ってパンを焼いています。でこれココナッツオイルの特徴なんですけど、温度が下がるとすぐこうやって白くなって、白くなったらちょっとオーブンのところに入れといてあげると柔らかくなるんで。室温が23度以下とかになるとココナッツオイルがすぐ固まって白く固まってしまうから、少しオーブンで温めながらゆっくり混ぜてやるっていう、そのココナッツオイルの癖さえ分かってしまえばどれに使っても美味しくできます。これはこちらの
つみたいな。そうですそうです。形はそうやけど、もうこれはもうこのまんま塩振って焼くだけで。プレッツェルっぽい感じ。ぽい感じですね。ぽい。うん、そんな感じ。でもプレッツェルじゃないしなって思って、名前はちかちゃんが全部考えてくれてるんやけど、ほとんどプレッツェルって言うっていう意味合いがあるみたいなことが書いてあって、でだから旧漢字で言うっていう字を使ってて。奥様とお二人で。はい。もう2人でここの店をやってます。お店で接客をやってくれるのと、あとスープ作りは奥さんに全部任せてやってます。この店のレイアウトとかそういったものとか全部ちかちゃんですね。僕はひたすらパン作ってるだけで、方向性とか舵を切ってくれるのはちかちゃんかなって。ほんま好きなことしかやってないって。これも結構この真っ暗なとこから明るくなってくるところも好きで、でも夏場なんかやったらもう戸とか開けといたらものすごく気持ちよくて、こっち来て思ったのが、この建物のせいかもわからないけど酵母がすごく元気になる。湿気とかそういうのもうまく吸収してくれるのが、なんか酵母がすごく元気になって、あとパンの老化がもう明らかに大阪でやってる時よりも日持ちするし、長くいけるっていう。やっぱこの空気が好きやな。うん、いいね。ちょっと変わってきて明るくなってきて、もう時間とともに色もやし、その空気の味が変わるっていうか、その香りが変わるっていうか、それがまたすごく楽しい。朝がやってきたって感じですね。どんなのがいいだろう。これが昨日作ったのです。これに合う野菜を冷蔵庫見て何しようって毎日決めてから始める。今日はこんな感じです。がやっぱり美味しいからが理由。美味しいし体に負担がないし、なんか食べててもちろん本当に元気になるし、だけどオーガニックやからって美味しくないものは絶対食べない。だからやっぱ体が喜ぶものは選択して選択し続けたから、いいものが見た分かるようになってきた。なんかこれ美味しそうやなとか、これが土鍋。いい土鍋、忠作さんっていう方の土鍋なんですけど、お野菜焼くのでもすごく短時間で美味しくなるし、しっかり火が通る分多分濃厚になるっていう。でももう焼くだけなんですけど。ココナッツオイル、有機のなんかこの釜がやっぱり万能で、そしてここから1時間ぐらいをめどに。
うん。すみません、お茶どうぞ。お二人です。あ、これコスマですね。作ってる方の森田さんって方なんですけど、塩を入れて、はい。であと白米は白米で美味しいと思うんですけど、でもこれに慣れてしまうと白米がちょっと物足らんなってなってしまって、もう僕らはこればっかり食べてるっていう感じですね。だから私らね、食べるもんは全部エネルギーがないと嫌なんですよ。なんか分からんけど体がニッとする、顔がニッとするような、もうそれがエネルギーやるな、っていうか、そういうこと、僕らが言ってるのはそういうことであって。もう野菜が焼けてきてるからさっきスープ今日はこんな感じで、あとは火にかけます。体調が優れなくて食べ物が食べれないって人がこのスープだけ食べれたわとかそういうことを言われると、やっぱりなんかもうやっててよかったなと思います。皆さんの血行が良くなり血が流れるようにっていう思いを入れてこれを作っている。だからそれを感じ取ってくれはる人がいてるってことですね。それがすごい最近嬉しい。魔法のスープ。なんかスープ入れてる姿が魔女っぽいなって言われて、そうかと思って、魔女やったら魔法ってつけてもいいかと思ってつけたんです。黒豆のあんこですね。2種類作られてるんですか？はい。桜あんも作ってるんで、今の時期は3種類のあんこを作ってます。ココナッツオイルです。
これが原爆って言われてるやつなんですけど、でこの原爆を中に放り込みます。で出てきたやつがこんな感じので、これではまだまだ粗いので、これをふるいにかけて、それを多い時で5、6回その襖の部分をさっき言ってた煮込んだやつが、でこれをしっかり水分を飛ばしてある程度なくなった状態で乾燥させて、でその出来上がったやつがこんな感じにして、なんか風味をよく香りを出す。襖だけでそんなもん30時間ぐらいでできると思う。ちょっと黒糖みたいな甘みもあるし、でもやっぱり体に負担がないんやと思うんですよ。普通のお砂糖ってやっぱり体を冷やしたりとかそういうのがあると思うんだけど、食べてて負担がない体に、もう私たちお年寄りなので体に負担のないものをなるべく取るっていうのを、これは小豆島のお醤油です。とりあえず白菜です。春菊くんは兵庫県の中司ファームさんっていうところで小麦粉も買わしてもらってるところで有機野菜作ってはるんですけど、私たちの周りには農家さんが本当に多くて、それもすごいこだわってる。私は思うにはもうちょっと変態が入ってる感じのものづくりの変態ですね。でも私はやっぱりそういう人たちがすごく好きで、はい、これから。ココナッツのちょっと甘くもなるし。裏は本当にちょっと。感じで
やっぱり人間って食べれることが一番の楽しみであり幸せなんやろなっていうのにもう気づいちゃったから、そこはすごい大事にしています。はい。大体こんな感じですね。はい、私がこれでナイトさんがこれです。いっぱい食べる。いっぱい食べるんです。はい。じゃあいただきます。あ、やっぱりちょっと細いか。あれや。こっちが太るから。朝の小豆がこんな感じになって、いい感じで、もうこのままちょっと置いといて、後で最後にでも炊きます。ここはもうね、まだ実際になってからでする湿気がそう言ってるんですね。共同体が強くて、ちょっと薄くなって、ちょっと悲しく感じてますね。はい、降りて。はい、降りて。はい、またあっちご飯。これはフェンネル、これがすごいいい香りがしてて、この香りがすごい好きで。これはランチの料理ですね。リサ焼きとサンドイッチ、それにスープと
あと小鉢が少しついて定食のような感じになってます。大阪の時はもうパンを作るだけで、そういうことはやってなかったんですけど、こちらに来てからね、そのきっかけっていうのはやっぱりこの建物がすごい良かったっていうのがあって、実際パンを買ってパッと買えるよりも少しでもお客さんにゆったりとこの空間を味わってもらいたいなと思って、そういった理由で始めましたね。海原に餅で飲む角餅で終わりました。毎朝と夜も寝る前もやります。邪気とか体の悪いものをこれを読むことによってスッと抜いてもらえる気がするっていう、神様にありがとうっていう思いですかね。で前は食パンにしてたんですよ。だけど全然売れなくって石臼引きにしたら売れ出したんですよ。やっぱり言葉ってすごい意味があるのかなと思って。感じ。これなんですけど、桜の塩漬けを上に乗せてて、中の生地も桜の塩漬けが入っていて、中の桜あんは兵庫県の白大豆のあんこなんですけど、あんまり一般的にこの白大豆が出回ってなくって、それを買わしてもらって主人が炊いてみたらめっちゃ美味しかって、そして私はあんこがすごく苦手なんだけど、この桜あんだけはもう毎日ように食べる。この石臼引きを決めた時に全部漢字でやりたいって
って思ったんですよね。まあこのパンは自分たちの中で配合とかが奇跡やなと思ったから奇跡ってつけたんですけど、まあ旧漢字を調べたらこの字やって、この字やなと思ったからつけたとか、まあこんな感じで。全部手書きですよね。手書きで、はい。水墨画の先生と出会って気持ちは入れてゆるく書いてはるんですよ。なんかそういうのいいなと思って。これがね乗って落ちなかったらそれまでひたすら混ぜる。リサ焼き、朝作ったホワイトソースが下に4個か5個か。あ、小麦も一つとって。ずっと3人がカメラを持って撮ってくれる。ランチもやっています。はい。裏ぐるっと回ってもらって、はい。私ちっちゃい時のパン屋さんで。3分ほど待っていただいたら用意できます。じゃそれもこちらもはい、ありがとうございます。しやすべき1枚お願いします。丹波グルメなんとかっていうワードで検索したんですね。唯一無二っていうようなワードでこう紹介されてたんで、それを見て今日はやってきました。
石薄引きを1枚っていうのがちかちゃんの背中に書いてる1枚200円ってやつがこれなんですよ。なかなかこのココナッツオイルってそれなりにお値段がするからなかなか買わないじゃないですか。でも食べてみたらすごい美味しいよっていうのが分かったら買ってもらえるやろなと思ってこの石薄引きのこのココナッツオイルをいっぱい塗ったやつを食べてもらうでそれでお客さんが食パン買ってココナッツオイル塗って焼いて食べてもらったら嬉しいなと思ってこんな感じで。お待たせしました。ありがとうございます。よろしいですか。なんか出せない熱くて。じゃあ食べながら帰ります。ぜひ熱々を、いただきます。ありがとうございます。どうもありがとう。また来ます。これはりょうさんのところの大切に育った平飼い卵です。餌からもうすごいこだわっててもう大事に育てて食べたらもうなんて体に優しくスーッと入るっていうそれは僕は食べたくて仕方ないけど今はちょっと我慢して大体僕あんこが好きやから自分であんこ炊くようになったぐらい。はい、めっちゃそれは僕のうちあれ兵庫県丹波市の市島町から来てます。卵とあとうちで採れた野菜もち米とかもおろさせていただいてます。ナリトパンさんは訪れるだけの価値があるレストランだと思ってて食べた時に量はそこまで多くないはずなんですけど満たされる食事を提供してくださるお店だと思ってるので近くに来た時は寄らせていただいています。ありがとうございました。私はナリトパンさんの食材が好きでパンも買わせていただいたりしてるんですけどこの情報が溢れている世の中で本物っていうのを自分で見つけるのって本当難しいと思うんですね。でその中でナリトパンさんは自然栽培やってる私から見ても本物だと強く感じているので襖とかももちろん使われてパンを作られてるんですけど臭さを感じない。これはナリトさんが研究された結果だと思うんですけどこれは本当にすごいです。他の全粒粉のパンとかと比べていただくと違いがとても分かるのでぜひお召し上がりいただけたらなと思います。はい、ナリトパンさんは本物だと思いますのでぜひ遊びに来てください。パン美味しい？美味しい。美味しい？お父さんフォークとナイフくれる？いっちゃんはなほんまに
いろんな地元の食材も野菜も使ってくれてはるから、それが一番いいかな。スープが美味しい。スープが美味しい。ものすごく美味しい。最高です。めっちゃいいです。すごく美味しいです。ね。ジビエみたいで味がするのかなと思ったら全然しなくて、で噛み応えもしっかりしててすごく美味しかったです。下のトーストもすごいサクサクしてて、でクリームもちょっと滑らかで甘みがあったので初めて味わった食感でしたね。見た目も楽しんで味も初めてで大満足です。いつもね、食パンのようなね、この薄いこちら硬そうに見えてサクッとした感じなんだけれど、とろっとさっとなんか溶けちゃう感じ。でもここのパンは確かに味がちゃうわ、ちょっと硬かったらもう耳はね残してもらったり、ここのやつはみんな食べれるからな本当にどこに行ってもないパンですね。パンも好きです。だからそうです、食パンをね薄く切っていただいてお家でオリーブオイルつけて食べます。全粒粉だから体にいいんですよ。噛めば味があるんですよね。いやもうとってもね濃厚で美味しいんです。非常に体の調子がね良くない時はやっぱりねいいもの食べたいっていう感じがしますからね。またいらっしゃいませ。はい、また来てください。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。みきちゃんもこっちに。自分のパンはすごい幸せそうに。大好きやね、自分のパンが。自分が作ったパンが一番好きやね。工房は何工房？これはレーズンの工房です。今作ってるのは。今ちょっと試行してるのが麦を発酵させて液種で酵母を作ってみようかなと思って、でそれがうまくいけばこのレーズンじゃなくもう国産の麦だけでいけるなと思って。やっぱり輸入物ってどうしても入りにくくなったり今してて、でそうなった時にやっぱりこのレーズンっていうのはすごい使いやすくていいねんけど、何でも使えるようになっといた方がいいなと思って、麦を使って発酵させて自分の気に入った味にできたらいいなと思って。今から石臼挽きをミキサーで回していきます。これは、有機砂糖、ブラジル産の有機砂糖。これがふすまですね。
をよく混ぜる。ここでよく混ぜといてやるとココナッツオイルが塊にきれいに生地に混ざっていくから、これが石臼でひいた粉ですね。これがふすまも混ざってるんですけど、こちらは先ほどのとは違う。あれをブレンダーで潰したやつがこれです。ちょこっとパンの膨らまそうと思ったら、ある程度グルテンっていうのを強く作っておいてあげないと伸びないから、最後にふすまとかあの辺をきれいに混ぜてやるっていう風な感じ。ふすまは、グルテンは入っていなくて、だからそれをどうしても邪魔してしまうから、邪魔ではないんやろうけど、そういう性質やから。すごいいい感じ。なんかね、これいいでしょう。これ僕、好きなんですよ。これが揚げた時にいつもこれをこういう風にするんですけど、よく言われるのはなんでそうなんのとかなんでそんなことをすんのとかも言われたりするんですけど、好きで勝手にやってるだけっていうか、なんかこれが気持ちええやんってなんか気持ちええなって思うから。こちら来てから最初の頃に始めた。そう作り始めてはいたけど、全然失敗ばっかりやって、もともと全粒粉っていうのがなかなか膨らみにくいっていうパンでやって、だから卵とかバターとかで、そういった乳製品を使ってパンを作ってたんですけど、でも僕が卵アレルギーになったっていうのと、奥さんの方が乳製品のアレルギーがひどくなって、でもそれでもうちょっとやめようかっていうことになって。4年半ぐらいまでずっと乳製品卵を入れた石臼びきを作り続けてて、そして乳製品卵なしを変えたのがちょうど去年の6月にできたんです。大納言。ありがとうございます。またよろしくお願いします。
大阪でパンを作ってる時は天然酵母と国産小麦っていうのでパンを作ってまして、もう最初の3年は本当にお客さんが来なくて、もうその時代って言ったらほとんど天然酵母っていうのが硬いカチカチのパンだったんですよね、そして主人が作ったのは柔らかい天然酵母のパンだったんですね。そしたら買いに来たお客さんがこんなん天然酵母ちゃうって言われて、結構風当たりがきつかったんですけど、天然酵母でももう触った感じとかもどっちかって言ったらこっちの方がふわっとしてるやんっていう、でそうなってくると何が天然酵母なんていろいろ言われながら3年間過ごしたんですけど、で3年ぐらい経った時に取材を受けてそこで載せてもらったら、そっからですね、ほんまに天然酵母やったんやっていうことで、取材された後っていうのはもうやっぱすごかったですか？もうすごかったですね。もう右肩上がりで、でもほんまによくよく考えると2人でやりだした時はもう異常になってたのかなって。ほんまに寝る時間もね、いっぱい作っていっぱい売って、心は満たされずなんかクタクタで忙しかったね、もう子育ても結構ちっちゃいかったからね、下の子はまだ幼稚園とか、そうお店終わったら近くの百貨店に食べるものを買いに行って、そんなんで結局外食になって普通にもコンビニ行って食べてたし、タバコも吸ってた、お金は入るけどなんか違うなっていうのにもう気づいちゃったから、もうこっち来てからはこの自分たちのやりたいことをやろうって決めてこっちに来たっていう。普段あるものじゃないものを主人は作るので、理解してもらうのが時間がいつもかかるね。前は3年かかって今回は多分5年はかかってでもまあそれが主人の作るものなんやろうなと思って、もうすごく私は好きなものなので応援してるし大事に思っています。体にものっていうのは意識してるかな。それよりもやっぱり自分たちが食べて美味しいっていうのが一番のあれであって、美味しいものばっかりを揃えていくとこうなったっていうのが、健康かどうかっていうのは人それぞれやと思うんですけど、いいものを取り入れるよりも悪いものを排除する方が健康にはなりやすいっていうふうに思ってるから、食べた人の血になり骨になり肉になるっていうことを意識しながら作ってると、やっぱり良くないものっていうのは使いたくないなっていうことで、こういういいものだけを取り揃えて作っていくっていうことを心がけてるだけで、これを食べたら病気にならないとか健康になるとかそういう考えではやってないですね。そういうことって都会では全然思わなかったけど、自然がそうさせてくれるのか、食べることがやっぱり幸せに思っている、そういう気持ちにさせてくれたのもこの土地だし、本当にちょっとの些細なことをすごく幸せに感じる、喜びに感じることがこの年になってやっとできるようになったのは嬉しいことやね。そういう癒しの場所であったらいいんかなと思う、ゆっくりしてもう本当にみんな世話しない時間を過ごしてる方も多いじゃないですか、特に都会は。でもやっぱり時間ってゆっくり過ごすのもすごく大事やなと思っていて、そういう場所に提供できたらここは生かされるんちゃうかなと思っています。ゆっくりしてもらえるっていう場所でありたいなと思います。お客様にもっと知ってもらいたい。はい、知ってもらいたいです。やっぱり主人のパンを食べてもらいたい、それはあります。やっぱり美味しいって思ってもらえるだけでいいです。美味しいことが多分幸せやと思うんで、心から食べた時に美味しいっていう言葉があればそれでいいっていうか、そこも人それぞれ違うと思うけど、やっぱりそこには絶対感謝があると思うんで、そういう未来の方が絶対いいなと思います。いい未来になる。
皆さん食べに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまたそこのスペシャルに戻ってた。